back with an uppercut, Flores. Let's see if Goodman can get it. Beautiful body shot. He's body shot feet for this one, but straight right hand right there. Guarantee you, Sam Goodman knows his place in the ring. He knows how to create those. 今回の動画は井上尚弥選手の次戦相手サム・グッドマン選手について深掘りしていきます。どんな選手なのか気になりますよね。グッドマン選手の直近9試合を一気に振り返ります。世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手所属の大橋ジムが東京都内で開店し、12月24日東京有明アリーナで IBF WBO 同級1位サム・グッドマン選手26歳オーストラリアと世界4団体統一王座防衛戦を開催すると発表しました。井上選手にとって WBC と WBO はこれが4度目、 WBA と IBF は3度目の防衛戦となります。また今回の試合は7年ぶりとなる年間3試合のスケジュールをこなすことになり、そのタイトな日程でグッドマン選手を相手に防衛を果たせるのか、多くの関心が寄せられています。井上選手自身は調整段階においていい試合数、12月も問題なくいい調整ができるとコメントしており、準備に対する自信を示しています。当初は5月6日の試合後、ルイス・ネリ選手を倒したリング上でグッドマン選手を次戦の候補として紹介しましたが、グッドマン選手が7月のノンタイトル戦を優先したため9月に対戦することは叶いませんでした。そのため井上選手は9月3日に代役としてテレンス・ジョン・ドヘニー選手との防衛戦を行い、7回 TKO 勝ちという結果を収めています。ではグッドマン選手とは何者か。グッドマン選手は1998年10月10日生まれのオーストラリア人ボクサーです。ニューサウスウェールズ州アルビオンパーク出身でノーリミットボクシングプロモーションズに所属しています。グッドマン選手は9歳でボクシングを始め、10歳で初めてアマチュアの試合に出場し、100戦以上のキャリアを積みました。アマチュア時代にはバンタム級で世界ユース3位やオセアニア選手権優勝などの実績を残しています。2018年7月にプロに転向し、タイのプーファポーノブノン選手に2ラウンド TKO 勝ちでデビューを飾りました。そこから19戦19勝 8KO と無敗を守っています。またグッドマン選手は過去に日本人選手と対戦しています。まずはこの試合から見ていきましょう。2022年5月11日オーストラリアのニューカッスルで行われた試合は第4代日本バンタム級ユース王者布施文也選手と対戦。自身が保持する WBO オリエンタル王座および IBF インターコンチネンタル同級王座決定戦も兼ねて対戦しました。グッドマン選手は身長169センチ、右構えのボクサーでオーソドックススタイル。対する布施選手は身長172センチのサウスポーファイター型。1ラウンド2ラウンドともにお互い積極的に打ち合いながらの展開でスタート。3ラウンド布施選手は何か狙っている動きをしています。そして次の瞬間、グッドマン選手のワンツーのタイミングに布施選手の左ストレートがカウンターに入りダウンを奪われます。布施選手自身左ストレートが得意というだけあって綺麗に入っています。しかしグッドマン選手はダウンを奪われたものの4ラウンド以降は順調にポイントを重ねていきます。グッドマン選手は豊富な手数と軽快なフットワークで試合を組み立てるタイプで確実にポイントを稼いでいきます。ダウンは奪われたものの最終的にはポイントでの判定勝利となりました。続いては2022年7月20日オーストラリアのシドニーフォーダーンパビリオンで行われた IBF インターコンチネンタル WBO オリエンタル防衛戦。相手はフィリピンのハン・ミゲル・エロルデ選手、祖父はガブリエル・エロルデ。
1963年に初代 WBC および WBA スーパーフェザー級王座を獲得し、史上最高のフィリピン人ボクサーの一人とされています。ミゲル選手は14歳でアマチュアボクシングを始め、大学卒業後プロボクサーに転向しました。プロ戦績はここまで31戦29勝2敗 15KO で、日本人の川島翔平選手とも対戦しており、判定勝ちを収めています。試合は終始グッドマン選手のペースで進み、圧倒的な試合展開で8ラウンド TKO 勝ちを収めた。続いて2022年10月8日、オーストラリアブロードメドニューキャッスルエンターテインメントセンターで開催された試合。相手は同じオーストラリアのジェイソン・クーパー選手。戦績は23戦18勝5敗 7KO と WBO オリエンタル3度目の防衛戦。試合はグッドマン選手が終始プレスをかけていきます。グッドマン選手はジェイソン・モロニー選手とボクシングスタイルが似てると言われています。モロニー選手といえばやはり井上選手の試合が出てきますが、モロニー選手は決して弱い選手ではありません。モロニー選手は卓越したボクシング IQ を持ち、試合の展開を冷静に見極めながら状況に応じて柔軟に戦術を切り替える能力があります。フットワーク、ディフェンス、パンチのコンビネーションといった全てのスキルにおいて非常に高いレベルを誇ります。一方、グッドマン選手もまたスピード、テクニック、ディフェンス、そしてカウンターの精度においてどれもトップクラスの能力を備えています。特に注目すべきは距離感のコントロールと巧みなジャブの使い方です。相手の攻撃範囲に入ることなく自分にとって有利な間合いを維持しながら試合を優位に進める技術を持っています。さらにグッドマン選手の戦い方は冷静かつ知的で、相手の動きを鋭く観察する能力が際立っています。その結果、わずかな隙を逃さず的確な攻撃を繰り出すスタイルが彼の大きな特徴と言えるでしょう。試合は終始グッドマン選手が主導権を握り、3対0の判定で勝利で終わりました。次の試合は2023年3月12日、グッドマン選手にとってプロ14戦目、クーパー選手を破って WBO オリエンタルベルトを防衛した後、 IBF インターコンチネンタルの2回目と WBO オリエンタルの4度目の防衛戦10回戦で行われました。グッドマン選手には最も手強い相手である元 IBF 世界チャンピオンのアイルランド人テレンス・ジョン・ドヘニー選手。3ラウンド後半、ここでグッドマン選手ダウンを奪います。お互いのジャブが交錯した後、グッドマン選手は左のフック、ドヘニー選手は左ストレートを打ち出すのですが、わずかにグッドマン選手のフックが速くドヘニー選手の顎先を捉えました。グッドマン選手素晴らしいダウンでしたが、余分に一発入れちゃいましたね。ドヘニー選手はダウンを取られましたが、この後も粘り強く試合を続けます。ドヘニー選手のボクシングスタイルは攻撃的でありながら緻密な戦略が特徴です。サウスポー特有のリズムを生かし、左ストレートや左フックを駆使し、特にカウンターの左ストレートが得意です。高い KO 率を誇り、26勝中20勝が KO 勝ちで、精度、タイミング、破壊力を兼ね備えています。ボディで相手の体力を削り、後半に勝負をかける展開が多く、スタミナも豊富です。ディフェンスも優れ、フットワークやスリッピング、ウィービングで攻撃をかわし、自分の間合いを保ちます。クリンチでダメージを抑えつつ体勢を立て直すのも得意です。冷静さを保ちながら隙を狙うカウンタースタイルが強みで、12ラウンド戦でも後半に力を発揮します。結局グッドマン選手はこの試合で大差の3対0の判定勝ち、第一関門とも言うべき一戦をクリアし、アリーム戦へ駒を進めることになりました。2023年6月18日、オーストラリアブロードビーチで行われた IBF 世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦、強敵ライース・アリーム選手に挑みます。アリーム選手はアメリカミシガン州マスキーゴン出身、当時32歳、戦績は20戦20勝 12KO。 両者はここまで無敗同士で、グッドマン選手はこの試合に勝てばタイトル戦に一歩近づく大事な試合です。試合開始直後からアリーム選手はスピードと手数を武器に積極的な攻撃を展開。一方でグッドマン選手は足を使わず正面からの打ち合いを選び応戦しました。アリーム選手は高度な技術と多彩な戦術を併せ持つ
アメリカ出身のボクサーです。彼のスタイルは手数の多さと多彩なコンビネーションが特徴で、左右のフックやボディへの内訳を駆使し、絶えず相手にプレッシャーを与えます。フットワークも優れており、素早い出入りで攻守を切り替え、距離を自在にコントロールします。接近戦では的確なパンチを打ち込み、遠距離ではアウトボクシングを展開できるオールラウンダーです。ディフェンス面ではヘッドムーブメントやブロッキングを駆使し、相手の攻撃を巧みに回避します。またダメージを受けてもすぐに体勢を立て直すリカバリー力があり、試合後半までスタミナと集中力を維持するタフさも光ります。特にコンビネーションの正確さや攻防のバランスを取る能力は高く評価されており、攻撃と防御をシームレスに切り替える技術が秀逸です。2021年には WBA 暫定王座を獲得し、トップクラスの実力を証明。井上選手への挑戦を口にするほどの自信と技術力を持つ、今後注目すべきボクサーです。相手の得意な間合いで繰り広げられる激しいパンチの応酬でもグッドマン選手は一歩も引かず、接近戦においても高い能力を見せつけました。普段の得意距離である中間距離に固執せず、接近戦を交えながら進めた前半は互いに譲らないシーソーゲームの様相を呈しました。その結果、徐々にアリーム選手が失速していく一方で、グッドマン選手のペースは最後まで衰えることはありませんでした。中盤以降はジャブを軸に手数でアリーム選手を上回り、最終的には判定勝ちを収めるという見事な勝利を飾りました。これによりグッドマン選手は IBF 世界スーパーバンタム級挑戦権を獲得しました。2023年10月15日、オーストラリアブロードビーチのゴールドコーストコンベンションセンターで行われた12回戦。相手はミゲル・フローレス選手。アメリカの選手で戦績は25勝4敗1分け 12KO。 2019年11月にレオ・サンタクルス選手の持つスーパーフェザー級王座へ挑戦した強豪で、アブネル・マレス元3階級制覇王者とも対戦し引き分けています。対するグッドマン選手は階級を1つ上げてフェザー級での試合、アリーム戦での勝利で IBF 世界スーパーバンタム級王座挑戦権を獲得したグッドマン選手でしたが、12月に IBF、WBA スーパー王者マーロン・タパレス選手と WBC、WBO 王者井上選手による4団体王座統一戦の日本開催が伝えられ、調整試合として行われた一戦。8ラウンド1分過ぎ、グッドマン選手の左ボディが入りダウンを奪います。後ずさりするフローレス選手に得意のパンチの一つ、左ボディをねじ込みます。これにはフローレス選手たまらずうずくまりダウン、なんとか立ち上がり試合再開。グッドマン選手の攻撃に応戦します。フローレス選手は攻撃的なスタイルを持つボクサーであり、さまざまな技術を駆使して試合を組み立てます。ジャブを頻繁に使い、距離を測るだけでなく相手にプレッシャーを与えます。そのジャブはスピードもあり、打ち終わりのディフェンスへの移行も比較的スムーズです。ジャブを起点としてコンビネーションにつなげるパターンが多く、左ジャブから右ストレートや左フックへと連動させます。接近戦ではショートアッパーやフックを駆使し、相手のディフェンスを崩しにかかります。フットワークを使って距離を取るアウトボクシングのスキルも備えていますが、相手の攻撃を完全に封じるディフェンス力には課題が残る選手です。時折フローレス選手のカウンターがヒットするものの、コンビネーション、ジャブの差し合い、カウンターなど手数、精度ともにグッドマン選手が上回っており、終始試合を支配したのはグッドマン選手。試合全般を支配したグッドマン選手が圧勝、3対0のスコアで判定勝利を飾り、2023年12月15日、オーストラリアシドニーザ・スターで開催された試合は、中国人ボクサーのリュウ・ジョン選手32歳、身長170センチ、リーチ171センチ、サウスポーでこれまで19戦19勝、 WBO スーパーバンタム級14位。グッドマン陣営はアフマダリエフ選手、ネリ選手、タパレス選手などのサウスポーを意識した調整試合を用意したといったところでしょうか。お互い警戒しながらの展開でスタート。グッドマン選手は少し硬い印象の立ち上がりです。リュウ選手はサウスポーのスタンスを生かし、左構えから右のジャブで適切な距離を測りつつ、鋭い左ストレートで攻撃を組み立てます。
このジャブとストレートのコンビネーションが攻撃の軸となっています。防御面ではブロッキングとスリッピングを巧みに使い、攻撃を受け流す堅実なディフェンスが特徴です。これにより相手の攻撃を最小限に抑えつつ反撃の機会を伺います。特に相手が不用意に攻めてきた際のカウンターが正確で、隙を逃さず有効打を与える能力に長けています。スタミナもリュウ選手の強みの一つであり、長丁場の試合でも粘り強さを見せ、後半のラウンドで巻き返す展開が多く見られます。リュウ選手はボディ攻撃にも積極的で、左右のフックやストレートを相手のボディに打ち込み、体力をじわじわと削る戦術を好みます。コンビネーションパンチのバリエーションが豊富で、単発の攻撃ではなく複数のパンチを連続して繰り出すことで相手に対応させません。特に左ストレートにはパワーがあり、相手に大きなダメージを与える場面が見られます。さらにフットワークを駆使したアウトボクシングが得意で、相手の正面を避けながら最適な距離を保って戦います。この距離の調整と動きによって相手の攻撃を空振りさせ、反撃の機会を作るのが彼の戦術の一部です。しかしこの試合は中盤からスパートをかけたグッドマン選手に軍配が上がりました。試合後グッドマン選手は、彼はとてもトリッキーですごくやりにくかった、でも私はプレスをかけ続け前進し、勝利を得るためにクリーンパンチをコネクトした。勝ちは勝ち、4試合も行ったビッグイヤーを締めくくることができた。世界タイトル挑戦のウェイティングサークルに入ったと世界タイトル奪還に意欲を見せた。2024年3月13日、オーストラリア・ウーロンゴンで行われた試合の相手は、同じオーストラリアのマークス・クリーブス選手30歳。プロでの戦績は16戦を経験し、10勝 6KO を挙げています。 IBF パンパシフィックフェザー級や WBO グローバルフェザー級タイトル戦にも挑戦経験があります。スクリーブス選手は積極的に前進し、攻撃を仕掛けるアグレッシブなスタイルが特徴で、特に右手のパワーパンチが強力で相手を仕留める力を持っています。プロキャリアにおいて KO 勝利を何度も経験しており、打ち合いに強い選手で右構えを基本とし、ジャブから右ストレートへとつなぐ攻撃を得意としています。グッドマン選手は序盤から好戦的に攻撃を仕掛け、ペースよく攻め続けます。2ラウンド、グッドマン選手のストレートやクリーンヒット、スクリーブス選手が思わずぐらつきます。それを確認したグッドマン選手はロープに詰め追撃します。しかし仕留めきれません。その後もプレスをかけていきますが、スクリーブス選手は粘り強く倒れません。そして4ラウンド、ロープ際で連打を浴びせたところでレフェリーストップ。スクリーブス選手は不満げな様子だったが、内容はグッドマン選手が圧倒的に優勢でした。最後は2024年7月10日、オーストラリアウーロンゴンエンターテイメントセンターで行われたチャイノイ・ウォラウト選手との一戦。ウォラウト選手は現在27歳で WBC8 位、25勝1分け 15KO の戦績を持つタイの選手。格闘家の一家に生まれ、父親のチャッチャイノーイ、チャオライオイは1980年代から1990年代にかけて有名なムエタイボクサーだった。叔父のタクローレク・レジラスも元ムエタイボクサーでした。ウォラウト選手は特にパワーパンチが魅力で、攻撃の多くはフィニッシュを狙う強打です。右ストレートや左フックを効果的に使い、序盤から相手にプレッシャーをかけていくボクサーで、常に前に出て距離を詰め、ラッシュを仕掛けることで相手に考える余裕を与えません。ボディへの攻撃も積極的に狙い、スタミナを削ります。またパンチの組み立てが巧みで、連打を繰り出しながらリズムを変え、相手の防御を崩すことが得意です。コンビネーションをボディと顔面に散らすことで相手に対応させません。長いラウンドを戦い抜く持久力を持ち、試合の後半でも勢いを維持します。プレッシャーをかけ続けることで相手を疲弊させる戦術を持ち合わせています。しかし攻撃的なスタイルが災いし、防御面ではやや不安が残ります。特に攻撃後の戻りが遅く、カウンターを受けやすい瞬間が見られます。試合は序盤から出てくるウォラウト選手に対し、グッドマン選手らしい丁寧なボクシングから優位に進め、中盤にもウォラウト選手が反撃に出てグッドマン選手を後退させる場面も見られたが、主導権を握りジャブの差し合い、
精度の高い右ストレートやカウンターなど才能あふれるゲーム展開で試合を支配し、結果は3対0の判定勝利となった。ここまで一気に9試合振り返りましたが、グッドマン選手がどんな選手なのか少しでもお分かりいただけましたでしょうか。グッドマン選手は無敗の記録を保持していますが、その試合のほとんどが判定勝ちです。彼のパンチは的確ではありますが、井上選手のような一撃で試合を決めるパワーには欠けます。井上選手のようなハードパンチャーと戦う際にはポイントでの勝利を狙うしかないかもしれません。しかしそのためには12ラウンドを通じて完璧なディフェンスとカウンターを維持する必要があります。井上選手が隙を与えない限り、これは非常に難しい試合になると思います。井上選手は過去に何度も無敗の挑戦者を打ち破ってきました。井上選手の試合には相手の自信や戦術を粉々に打ち砕く圧倒的な強さと美しさがあります。グッドマン選手もまたその無敗のプライドをかけて井上選手に挑むことでしょう。この一戦は井上選手のファンにとってはドヘニー戦のように消化不良ではなく、再び圧倒的なパフォーマンスで勝利する瞬間を見届けたいものですね。一方でグッドマン選手がどのようにこのモンスターに挑み、どこまで食い下がるのか、その勇敢な姿にも注目です。ぜひ皆さんの意見も聞かせてくださいね。12月24日クリスマスイブに行われるこの試合はボクシングファンにとって最高のプレゼントになるでしょう。井上尚弥選手がどのようにして勝利を収めるのか、そしてサム・グッドマン選手がどれだけ粘り強く抵抗するのか、リングの上で繰り広げられるドラマに胸が高鳴ります。井上選手のさらなる伝説の1ページを目撃する準備をして、井上選手の勝利を信じて応援しましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。